んにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらスパイシーパターンのトートパックをご紹介したいと思います。じゃん。めっちゃ可愛くないですか？もうこれ、ほんとね、インスタのリールとかにもちょこちょこあげたんですけど、スパイシーの作品見たい、もとこさんのスパイシーの作品見たいってちょこちょこやっぱコメントとか DM ですごいもらってて、そのために嬉しいって思ってたんですけど、スパイシー編むのちょっと大変だなと思って腰が重かったんですよ。柄組んだり、色決めたり、なるべくやっぱ色もいっぱい入れたかったりするし、って思っててなかなかやってなかったんですけど、さあやるぜって決めて腰を上げて、超楽しくて、で一緒に、インスタにね、ゲージの写真載っけたりとか、アンケート何色がいいですかってアンケート取ったりとか、ライブで新しくもう一色作ろうみたいなライブしたりし、すごいワクワクしながら進めていけて、編み始めたらもうマジそこサクサクと速攻できて、めっちゃ可愛くできました。どうですか？ちなみにアンケートの一番人気はこのエメラルドだったんです。私的にも可愛いな、めっちゃ可愛いなって思ってて、エメラルド。で、アンケート2番人気はこっちのカシスボルドーのとブルーの。もうこれをね、間違いなくめっちゃ可愛い。で、3位がこの子、落ち葉だったんです。で、この1位のエメラルドとカシスボルドーはもうほぼ僅差。もうどっちも人気。で、この子一番人気なかったんですけど、私的に絶対可愛いって思ってて、で、一番人気がないんだったら編んじゃえと思って編んだのがこれ。で、こっちのエメラルドは私の妹に編んでもらいました。ありがとう。ひろちゃんありがとう。編んでもらいました。こんな感じで2色作ってて、もう今オンラインストアでは絶賛発売中でございます。で、ポイントとしては、もうバッグの底鎖編みリピート編んでも輪に編んでいきます。でもほんと段ごとというか柄を変えながら、糸を変えながら、この間にフリルを入れながら、ここまで編みます。で、ここから上は平編みで編んでいきます。で、動画の中ではハンドル、糸をなるべく切らない方法をご紹介してるんですけど、もう全然よくわかんないって感じだったら、もう全然糸ちょこちょこ切って編んでいただいても、こんな感じでね、ちょっと間に結構前段色を変えちゃったんですよ。なので、もうめんどくさいって感じだったら全然ちょくちょく切っていただいて全然大丈夫です。で、最後にこのコードの色で縁編みをするので、この時にその端糸も編みくるんじゃうので、多少切ってチョキチョキしてもちょっと分けながらくるんじゃえばそんなボコボコすることもないので、ご安心をしてください。はい。一気に喋りましたという感じでございます。ぜひぜひ編んでいただけたら嬉しい。で、このフリルもね、すごい立体的だったりとか、ここちょっとお花みたいなね、いちごみたいな、ショートケーキみたいな可愛いバッグになりました。ぜひ編んでいただけたら嬉しいです。糸は、キーティのコード2色で、リンヌンラタで、沢田糸さんのコネリを2色使っております。で、キットは全部でコード1色が2玉。で、他の色が1玉みたいな感じでキット組まれております。ぜひ編んでいただけたら嬉しいです。で、概要欄に糸の詳細、道具何使ったなど記載します。あとは目次代わりに使えるチャプターも記載します。あといろんなことも書いてるので、ぜひ概要欄見ていただけたら嬉しいです。はい。それでは早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティのコードアイブと2色。これがオリーブとフィヨルドです。そしてリンヌンラタのゴールド。これは2本取りで編んでいきます。で、コネリの桜とレンガ。そして使用するかぎ針は5号針使っていきます。それではまずは作り目から編んでいきます。作り目は鎖編みで73目編みます。ここから編んでいきます。針に糸をかけて輪を落とす。これを鎖編みを73目編みます。今で4目。5、6、7、8、9、10という風に編んでいきます。はい、73目編めました。そしたら1段目編んでいきます。1段目は長編みをすべての目に
編んでいきます。まずは立ち上がり鎖3目を編みます。ちなみにこの青いリングが73目目で、今白いリングをつけてるとこが立ち上がり鎖3目の3目目で、この立ち上がり鎖3目は長編み1目とカウントします。で、この青いリングがついてるところはこの立ち上がり鎖3目の台の目なので、72目目に針を入れて長編みを編みます。この時鎖1本と裏山を拾います。こんな風に針を入れて長編みで、余った鎖1本はこの後この鎖編みの周りをこうぐるっと回って1段目を編んでいくので、この反対側も編んでいくんですね。その時にこの鎖1本を拾います。まずは上側の鎖1本と裏山を拾って長編みですね。立ち上がり鎖3目の3目目を入れると全部で73目長編みができるということになります。はい、こんな感じで73目編めました。そしたらですね、ここからこの下をこう拾って編んでいきたいんですね。で、その時にこの一番端の1目とこの台の目になった目は編みません。なので、ここ作り目の1目目は飛ばして、この2目目に長編みを編む。その隣も拾って編んでいく。この鎖1本、作り目を拾って余った鎖1本を拾って編んでいって、こんな風に1段目が編めていきます。で、今回の模様は6目で1模様なので、73目足すで、次で2目減らしてるので、この反対側でね、で73目と71目で144目で6目で編んでいくので、ぐるりで24回リピート模様をリピートしていく形になります。こんな感じでぐるっと一周編めました。そしたらこの台の目は編まず、この立ち上がり鎖3目の3目目に引き抜き編みをします。針を入れて引き抜くと、これで1段目が編めました。そしたら2段目3段目は同じように全ての目に長編みをしていきます。もうとにかく前段に沿ってっていうんですかね、長編みをひたすら編んでいきます。で、この作り目の時にもしサイズ調整をしたい場合は、6目ずつで調整してください。作り目を6目減らしたり6目増やしたりすると、模様が崩れずに、横幅変えることができます。3段目まで長編み編み終わりました。こんな感じで編めています。次4段目。4段目は立ち上がり鎖3目で立ち上がって長編み。で、その後は鎖1目と長編みを交互に編んでいきます。4段目、立ち上がり鎖3目、隣の目に長編み、鎖1目、長編み、鎖1目長編み、交互に編んでいきます。4段目編み終わりました。そしたら最後にここで糸を引き抜くのですが、次の段5段目が糸 B になります。これで言うとこのフィヨルドというカラーの糸、これで引き抜きます。引き抜くとフィヨルドがこういう風に出てきます。
それでは次5段目、立ち上がり鎖3目で立ち上がって長編み編みます。前段が鎖編みのところは側にすくって長編みで、次の長編みに長編み5目のパブコーンを編む。で、12345長編み編んでパブコーン、12345編んでパブコーン、これを繰り返します。そしたらこの4段目まで編んだ糸は休ませておきます。ここからまずは立ち上がり鎖3目編みます。そして長編み編みます。で、ここに長編み5目のパブコーン編む。同じ1つの目に長編みを5目編んでいきます。そしたらこの輪っかから一度針を外す。で、12345目編んだ1目目の長編みの頭に針を戻して、この輪っかに針を入れる。で、ここを引き抜いて、で、鎖1目を編む。これが長編み5目のパブコーンです。で、次長編みを1、2、3、4、5目編んで、また長編み5目のパブコーンを編む。これを繰り返します。で、この時にこの輪っかをギュッてちっちゃくしすぎないように気をつけてください。だいたいここの針の太さ、ちょっと余裕がある感じで鎖を編む。こんな風に編んでいきます。こんな風に12345段目も編み終わりました。そしたら3目目で、次の段がまた先ほど休ませておいたこちらのカラーに切り替わるので、引き抜き編みをするときに次の段で使うこのオリーブのカラーで引き抜きます。はい、そしたら次6段目。ちなみに裏側こういう風に糸が渡ってます。で、6段目はすべての目に細編みを編みます。立ち上がり鎖1目で先ほど引き抜き編みをした前段の鎖3目の3目目に細編みで、次の目に細編みで、また次の長編みに細編みで、次のこのパブコーンの頭の鎖に細編みで、また長編み5目に細編み、このようにしてすべての目に細編みを編んでいきます。6段目も編み終わりました。そしたら12345段目のこのパブコーンと同じ模様をまたここに編みます。で、この互い違いにしたいので、ここにパブコーンが来るようにしたいなと思います。水で言うとこういう感じ。この7段目の編み図ですね。鎖3目で立ち上がって12345目長編みを編みます。で、パブコーンで12345パブコーン2345パブコーンという風に編みます。で、糸は休ませていた糸でこんな風に切り替えました。で、糸はもうすべて切らずに渡しています。1、2、3目で立ち上がって
はい、そしたら次パブコーンを編みます。こんな感じで、また長編みを編んでいく。こんな風になります。1,2,3,4,5,6,7 段目まで終わりました。そしたら次はこの長編み、鎖編み、長編みをこの次編んでいきます。次8段目、立ち上がり鎖3目で始まって、鎖長編み、鎖長編み、鎖長編みという風に編んでいきます。そしたらこのフィヨルドの糸 B ですね。これちょっとしばらく使わないのでカットして大丈夫です。で、糸始末するならします。で、私がいつも後から針使うのめんどくさいなって時にするのがやり方があるんですけど、この鎖にこの針でくるくるくるって巻きつけます。で、もうここを普通に拾って編んでいくっていう、このやり方が、邪道だと言われたら邪道かもしれないんですけど、いいかと思って、バッグとか小物とかだったらもうこんな感じにして、ここでチョキンと切って編んでいきます。なんかこう、なんて言うんですかね、力がかかる場所、ほどけると嫌だな、ハンドルの付け根とか、こう荷物を入れたらグッて開くところとか、そういう力がかかるところはちょっとやめた方がいいかなと思うんですけど、こういう感じでなんか途中でそんなにこう力のかからなそうな場所だったら、このやり方で糸も隠れるし、なんか編んでる流れで糸始末ができるので楽ちんかなって思ってます。で、この糸端こうやって出てきたりとかした場合はもう後からチョキンってカットします。こんな感じで編めました。今が8段目。そしたら次は9段目で糸を変えます。立ち上がり鎖3目の時に、この次の糸 C、リヌラタですね、ラメ糸。これは2本取りにします。で、この2本で引き抜きます。そしたら次はここですね、9段目で、この編み図の意味なんですけど、まず鎖4目で立ち上がります。で、この図案通りに長々編み、鎖3目、長々編み、鎖3目、長々編み、鎖3目、長々編み、鎖3目。この、図の位置、この鎖3目を即ですくって、長々編み3目を編みながら、間に鎖3目を編んでいって、こうフリフリフリっとさせていきます。で、ここまで編んできたら、まず、引き抜き編みでここ止めます。で、その後、ここに要は戻ってきて、作品で言うとこの8段目にこの10段目を編んでいきたいんですね。このフリルを避けて。なので、引き抜き編みでここに留めます。で、この鎖4目を編んだら、ここ戻ってきて引き抜いて留める。で、で、その時に糸を変えなきゃいけなくって、糸を変えて鎖1目立ち上がって細編み鎖1目で、このフリルを避けて手前側にね避けて、この前段の長編みに細編みを編んでいくというような図案になっています。では編みながら説明をしていきます。まずは図案通りに編んでいきます。立ち上がり鎖4目を
編んだら、この前段の鎖編みを即ですくって長々編み、123目鎖編み、長々編み、はい。で、今ここに長々編みが3本編めました。そしたらまた鎖3目を編んで、今度は次の鎖を即ですくって長々編みと。このようにして、フリフリさせつつ、長々編みを編んで、この鎖3目と長々編みでフリルを作っていきます。そしたらここまでフリル編めました。最後鎖3目まで編んでます。そしたら立ち上がり鎖4目の4目目に針を入れて、まずは引き抜き編みでこのフリルを留めます。そしたら今ってこのフリルの外側に今いるんですよ。でもここに戻ってきたいんですね。このフリルのここで、フリルは手前に倒してフリフリってしたいです。なのでここから鎖4目を編みます。4目を編んでフリルを手前に倒して、この鎖3目ここにいると思うんですけど、この前段のこの3目目に引き抜き編みで戻ります。で、この戻る時にちょっと情報が多いんですが、この戻る時にまたこのオリーブに糸を変えます。なので戻ってきた時に引き抜き編みで戻ってくると。これで何段目だ？9段目が編み終わりました。で、次は10段目になります。で、10段目はこのフリルを手前に倒しながら、この間に見えてるこの長編みの頭を拾っていきます。そしたら次10段目、今ここにいる状態。鎖4目を編んで、ここで引き抜き編みをして10段目の糸に変えてる状態です。で、次は10段目を編んで、ここにつながるよっていうこの矢印になってます。まず立ち上がり鎖1目を編んだら、先ほどの鎖3目の3目目に細編み。鎖1目編んで、ここの長編みに細編み。鎖1目編んで、前々段の長編みに細編み。鎖1目と細編みを繰り返します。それでは、10段目を編んでいきます。立ち上がり鎖1目をしたら、先ほど引き抜き編みをした前々段の鎖3目の3目目に細編み。鎖1目編んで、ここですね。はい、こんな感じで編み終わりました。そしたら最後引き抜くときにこの糸に変えます。小練り、沢手さんの小練り。次の段は2色引き揃えなので、こんな感じで2本同時に揃えて糸を持ちます。で、最後またここも同じように引き抜いて、糸を変えます。そしたら次は立ち上がり鎖3目で立ち上がって、もう1目鎖編み編みます。で、前段の細編みに長編み、鎖2目編んだら前段の鎖即ですくって細編み、鎖2目長編み、鎖2目長編み、鎖2目細編み。この模様を繰り返していきます。それでは11段目編みます。1、2、3、4目編む。そしたら前段の細編みに長編みで鎖2目で、前段の鎖編み細編み飛ばして、その次の細編みに次の鎖編みに細編みで鎖2目で2目飛ばして、次はここの細編みですね。
で鎖2目長編み、鎖2目細編み、この模様を繰り返して編んでいきます。ここまで編めました。そしたら最後は一番最初に編んだところに細編みに長編みで鎖編みを編んで、立ち上がり鎖3目の3目目に引き抜き編みをします。で、この時にこのピンクは置いておいて、このレンガを2本取りにします。今内側から糸を引き出して編んでたんですけど、外側からもラベルを外して取ってこんな風に揃えます。で、この2本を引き揃えると、糸をなるべく切りたくないな、糸処理少なくしたいなっていう思い出のそれなので、皆さんやりやすいようにやっていただけるのが一番かと思います。で、次の段はこのレンガ2本取りで編んでいきます。次はこの長編み2目の玉編みと鎖1目を繰り返していきます。最初鎖3目で立ち上がって長編み、この鎖3目に編みます。で、鎖1目編んだら次この鎖即ですくって長編み2目の玉編み、鎖1目で、次はこの3つの玉編みをこの鎖2目即ですくって編む。で、鎖1目という風に繰り返します。1、2、3目編んで長編みで、鎖1目編んだら次この鎖編みを即ですくって玉編み、鎖1目で、次はここの鎖2目を即ですくって長編み2目の玉編みと、間に鎖1目挟みながら長編み2目の玉編みを3目編んでいく。18段目ここまで編みました。そしたら最後ここの鎖編みを拾って長編み2目の玉編み、鎖1目で、立ち上がり鎖3目の3目目、ここですね。ここに引き抜くんですが、この時にこのオリーブの糸に変えていきます。結構ね、ぐるぐる編むので絡まるので、適度に絡まりを直しながら編んでいってください。で、ここで引き抜く。ということで今この12段目まで編み終わりました。で、それ以降は基本的に今編み方は同じ編み方、ここまでと同じ編み方で編んでいくので、一旦編み図を見ながら編んでいきます。23段目まで編み終わりました。このフリルとこのお花の段、これを1、2、そして最後にフリルを入れて、ここ長編み3目と鎖1目を繰り返して23段目は編んでます。それでは24段目は、立ち上がり鎖3目を編んで長編み2目の玉で、鎖4目を編んだらこことここまたいで長編み2目一度編みます。針に途中までの長編みを1、2、3、4回かけて一気に引き抜く。これで2目一度になります。で、鎖4目長編み2目の玉編みの2目一度編んでいく。
で23、4、5段目は23段目と同じように編んでいくんですが、前段の鎖を即ですくって長編み、鎖1目を繰り返していくという風に編みます。ちょっとここから先はそんな難しくないんですが、この23、4段目、ここがちょっとこの編み方ですね、説明していきたいと思います。それでは24段目編みます。1、2、3目編む。そしてこの真ん中の長編みにまずは玉編み、長編み2目の玉編みを編みます。そして1、2、3、4目編んだら、また同じ場所に玉編み、ここで途中までの長編みを2回編む。で2目一度なので、次の長編みの頭にも途中までの長編みを2目編む。この状態でこの5本を一気に引き抜く。これで長編み2目の玉編みの2目一度が編めました。で1、2、3、4とこれを繰り返していきます。編み終わりました。そしたらここ今途中まで編んでいる状態、この状態で最後引き抜き編みをして止めていくんですが、次は糸を変えるので、この引き抜く時に糸を変えます。これでなんとなくここも模様がつながって次の段も編めていけます。でそしたらここからは一旦図案通りに編んでいきます。でこの緑のところは編み図にも記載あるんですが、糸 D が2本です。この図案で言うと、この小練りの桜が2本、このオレンジのところで引き揃えた糸ですね、それを2本にして2本取りにして編んでいきます。そしたら今までの編み方でまずは34段目まで編んでいます。で一旦ここまでの編み図がこちらになります。34段目がここの緑の模様のところですね、ここの部分になっています。ここ空間空いてますけど、ここは全部つなげて編んでください。先ほどまでの編み図がこちらですね、これが30段目、ここからつなげて次のページの編み図を編んでいきます。ちょっと1ページに入りきれなかったので分割しました。こんな感じで31段目から34段目まで編んでいきます。そしたら次はハンドル部分編んでいきます。今まで34段目までは筒状に編んでたんですが、ハンドル部分は平編みで編んでいきます。それで先に編んだものがこちらになります。こういう風になっています。ここ2段を平編みでこんな風に前と後ろにこうまたいで編んできて、でハンドルを編んでいきます。でこれ結構細い間を色を変えて編んでいます。で糸を渡しながらこうやって編んでいます。なんでかっていうと、やっぱ糸始末全部しちゃうとすごい大変になってくるなと思ったので糸を渡してます。で最後ここは編みくるんでいくので、その時にこの糸渡したものも一緒に編みくるんでいきながら、糸始末をしていこうっていう感じになっています。ただこの糸を渡して編んでいくと、表に見えるとこ、裏に見えるとこみたいな感じでちょっと変わってくるので、ここを全部表にしたいとかって方は、糸を切りながら始末をしながら編んでいくといいかと思います。はい、それではハンドル編んでいきます。1段目、その時にまずこんな風に糸玉を3つ用意しています。いろんなやり方があるので、いろんなやり方、それぞれ各々のやりやすいやり方でいいんですが、私はまずこの薄いピンク、桜ですね、2本引き揃えた糸玉で、このレンガを2本引き揃えた糸玉で、ちょっとこの中からギュッと引き出して、この桜とレンガを引き揃えた糸玉っていう風に用意しました。これを
ここから2本取って次の段でここから1本取って、もうこの輪で編むやり方だったら全然いいんですけど、平編みだともうぐちゃぐちゃになっちゃうので、こんな感じで分けています。そしたらここを編んでいきます。この印をつけているところから編みます。で、ここの段はここですね。この段はこの玉編みの部分を表に出したいので、この2本取り、ピンクと桜とレンガ2本取りの部分は裏から編んでいき、なのでこうやって編ったらこっち側、ここに糸をつけて編んでいきます。そしたらここの鎖側ですくって編みます。糸端を持って糸をつける。こんな感じです。で、立ち上がり鎖1目を編んだら、5枚。これで編んでいきます。鎖2目、前段の玉編みの真ん中の目に長編み、鎖2目長編み、鎖2目で、またこの間の鎖側ですくって5枚。これを繰り返して反対側の印のところまで編んでいきます。そしたらここ反対側の印のとこまで来ました。で、ここで細編みを編むんですが、この時に次の段がレンガ2本取りでこの模様を編んでいくので、ここで糸を変えます。次の糸玉を出して、こんな風に糸を変えます。これでは次は今ここまで編んできたので、白い三角マーク、これ糸をつけるマークです。糸をつけて鎖4目で立ち上がる。で、また同じように模様を編んでいって、最後は長々編みで終わらせます。ここ糸をカットするマーク、黒い三角マークです。それでは編んでいきます。立ち上がり1、2、3、4目。そしてこの編み地をくるっと返します。はい。で、玉編みを編んでいく。こんな風に編んでいきます。ここまで編みました。そしたら一旦ここギュッと引き締めて、ちょっと図案通りにカットしていきます。それでは次はここに残しておいた糸でここにハンドルを編んでいきます。こちらが編み図。まずここの先ほど2段目の立ち上がり鎖4目の4目目に糸を渡してこちらの模様を編みます。で、ここの細編みは側ですくって前段の鎖を編みます。それでは編んでいきます。ここ立ち上がり鎖4目の4目目に針を入れて糸をつける。で、この時にこの糸ギュッと引き締めすぎるとこう目が縮んじゃうので、編み目がねならないように気をつけてください。で、細編み鎖2目で前段の長編み鎖2目長編み鎖2目細編みで、ここで次の段の糸に変えます。次の段の糸がこの小ねりの2本を使うので、こんな風に糸を変えます。という感じで、糸をこう渡しながら糸を変えながら編んでいきます。ちょっと図案を見ながら途中まで
バーっと編んでいこうと思うんですが、今ここ糸を渡して糸をつけました。で細編みで編み終わって、次ピンク小練り桜2本なんですが、ここ糸をつけて編んでいく。そしてここ編んだら、まず一旦ここで引き抜きます。毛糸。それまた説明します。で、引き抜いて一旦この糸休ませておいて、ここから糸を渡して次の模様を編みます。で、次このピンク、レンガ2本取り、糸をつけて編んでいく。で、また今度ここの糸を渡したいので、ここまた玉を引き抜いて休ませておく。で、糸をつけて編んでいく。で、またここ次という風に、この糸が残ってるところ側というか、糸をこう斜めに渡さなくていいようにまっすぐ渡せる方を編んでいきます。次4段目。今糸を変えました。1、2、3、4。で、また図案通りに柄を編んでいく。で、とにかくもうこの渡すのがわけわかんないって方は、もう糸カットしちゃっても全然大丈夫です。糸始末がちょっとありますが、なんていうんですかね。とにかくやりやすい方向を取って最後形になればいいので、はい、こんな感じに編みました。そしたら一旦ここは休ませておきたいので、この編んだ輪っかをちょっと広げます。毛糸が通るぐらい。で、ここに毛糸玉を通して、ちょっと引き抜いておく。で、この毛糸は休ませておいて、次は、この図案で言うと5段目。5段目、この糸を持ってきて、先ほどの4段目に糸をつけて細編み。鎖2目。鎖2目長編み、鎖2目で細編み。そしたら次は糸をつけますね。なので今細編み編んじゃいましたが、ここでこのレンガの糸2本持ってきて糸をつけます。そしたらここからもう最後まで糸を切らずにいけます。1、2、3、4で、また模様を編んでいく。前段の細編みで、ここは3、4、5、6、3、4、5、6で、なのでここも最後まで編んで毛糸引き抜いて、慣れちゃえば全然これもう難しくはない作業だと思うので、はい。で、次が1、2、3、4、5、6、7段目。この糸を渡して、糸を、7。はい。前段の鎖4目につけて編むと。こんな風にしてボーダー状にハンドルを編みます。こんな感じで20段目まで編めました。ちょっと動画のどっかで19段目って言った気がするんですけど、20段目です。
間違えてて申し訳ありません。最後、そしたらここをギュッと一旦引き締めます。で、もしカットする場合は4、50センチ残していただくと、ここを剥ぎ合わせるときこま編みに使えます。で、ここら辺の糸はチョキンチョキンとカットします。こんな感じでハンドルが編めました。そしたらこの2本のハンドルをつなぎます。これ前というかこの面になっています。なのでこことこっち側とこっち側をつなげるのでは、これね、こうじゃなくてトートバッグにしたようにこうつなげていきます。そうしたらですね、中に合わせてこの糸端を一番端の目から一番端の目に針を入れて糸端引き抜いて立ち上がり鎖1目で細編みにします。ちなみに中表、これ表側で中表にして編んでいます。でこれで編んでいく。ザクザクと玉編みのところは拾って、鎖編みは側に拾ってます。こんな感じでもうザクザクとつなげていっちゃおうと思います。で立ち上がりの目は割ります。これでハンドルが完成。そしたら糸始末をしながら縁を編みます。こういうところはいいんですが、この一番最初に糸をつけたところ、この辺はちょっと強度を増したいので、こんな感じで糸2本取りなので2本取りの糸で肩結びします。でこの糸を一緒に編みくるんで閉じていきます。こんな感じでね、閉じて縁をね編んで、縁を編むのと一緒にこの糸始末した糸は編みくるんでいこうと思っています。こういう感じ。こういうところ強度がないと多分ほどけていっちゃいそうで怖いので、そうそうほどけないとは思うんですが、はい、こんな感じで巻きかがっていきます。それではこのオリーブの糸で編みたいと思います。どこから今編もうかなって思ってるんですが、このハンドルのこのてっぺんから編むのが一番綺麗かなと思ってます。それでは編んでいっちゃおうと思います。ハンドルのつなぎ目の部分に針を入れて、立ち上がり鎖1目で糸をつける。で細編みを編む。そしたらまずこのつなげたところは細編みで、立ち上がり鎖4目のところは細編みを1、2、3、4目編む。で細編みのところは1目編む。長々編みだったり鎖4目立ち上がりのところは4目でも見ての通りこんな感じでこの糸編みくるんでいってます。でなんか糸の流れに沿っていきたいって感じですかね。こうぐるっとそう向かう方向に糸、なんかすっごいいっぱい糸が重なっちゃうなみたいなところはちょっともしここにいっぱいわさわさって重なっちゃうよって時はこの糸を上に向けてこう編んだり下に向けて流れに沿って編んだりみたいな感じでちょっとこう分量を裂きながらっていうんですかね、編んでいきたいなと思っています。
はい、そしてここの角の部分3目一度します。最後のここの細編みで、ここ玉編み、次の鎖束で拾って、この針にかかった4本ギュッと、これで3目一度して、この角の部分がちゃんとカクッとなるようにします。ハンドルの縁が全部編めました。こんな感じで内側も外側も細編みで拾います。で、この細編みを拾うときに糸端だったりとか全部編みくるんでしまっています。それでは今度はこの外側だけ、リンヌンラタ、ラメの糸で細編みを編みながらピコット編みます。細編み3目につき鎖3目のピコットを1回でピコットずっと編んでいきます。こちらが編み図になります。この黒の細編みで黒のラインで描いた細編みがキーティーのコードで編むオリーブの編み図、この今編んでるコードですね。で、その次の段がこのリンヌンラタのラメで編むピコットです。こんな感じで、基本的にこのピコットの位置はどこからスタートでも問題ないんですが、一旦こんな感じで書いてます。立ち上がり鎖1目編んで、細編み、鎖3目のピコットで引き抜いて、また細編み3目編んで、鎖3目のピコット引き抜いて、また細編み3目、細編み3目ごとに鎖1目の、鎖3目のピコットを編む。という風な編み方になっています。それではピコットもリンヌンラタは2本取りです。で、前段のこのコードで編み終わった細編み、最初と最後の最初の細編み1目目ですねに編んでいきます。立ち上がり鎖1目、そして細編みで1、2、3目編んで、この細編みの頭の鎖1本と足を1本拾って引き抜きます。これで鎖3目のピコットが編めました。で、また細編みを1、2、3目編む。で、また1、2、3目鎖編みを編んだら、鎖1本と細編みの足を拾って引き抜く。そしてまた細編み、細編み、細編み。これを繰り返して編んでいきます。編み終わりました。最後は、1目目に引き抜き編みをして、糸をカットして糸始末をします。はい、ハンドルができました。これでバッグ完成でございます。それではネームつけます。ネームはこの底の部分につけようかなと思います。ネームつきました。それでは重さを測ります。158g で仕上がってます。使用した毛糸コードのオリーブが約 50g、フィヨルドが約 17g、リンヌンラタのゴールドが約 15g、コネリの桜約 30g、コネリのレンガ約 47g となってます。コネリのレンガの部分ですね。こちらのこのお花の部分、ここが小ネギが1玉 50g なんですけど 47g 使いました。つまり残り 3g で結構ギリギリなので、糸端残したりするとき結構気をつけながら編んでいただいた方がいいかと思います。ではサイズです。横幅が32センチです。で、高さが29センチですね。で、ハンドルがちょっとね、このハンドルが若干伸びるんですが、48センチです。いかがだったでしょうか？スパイシーパターンではメッシュバッグ。ぜひぜひ
この夏の終わり、秋口に楽しく編んでいただけたら嬉しいです。そしてたくさんお出かけに使っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。キーティーキーティーキーティーの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。